本日のテーマです。東洋のシンドラー、杉原千音、映画命のビザは捏造です。皆様、こんにちは。宇治原実です。日本を元気に。日本人の美徳チャンネルです。杉原千音がユダヤ難民に6000人の命のビザを発給し、ユダヤ人を救出した話は世界的にも有名です。しかしこの美談の中で、特に映画化された作品に事実を押し曲げた捏造がありました。そこにはある人たちにとってどうしても知られたくない不都合な真実がありました。命のビザのストーリーはおおよそ次の通りです。1939年、ヒットラー率いるナチスドイツのポーランド侵攻により第二次世界大戦が始まりました。旧ソ連の構成国だったリトアニア共和国でユダヤ難民6000人もの命を救った日本人がいました。ナチスの魔の手から逃れるためには通行手形であったビザが必要不可欠でした。そんな絶体絶命の中、彼は日本政府の指示に背いて命の危険を顧みずビザを発給し続けたのです。この歴史的大偉業を成し遂げた男の名は東洋のシンドラーこと杉原千音です。戦後帰国した彼は外務省から職を解かれたのです。以上です。書籍やテレビ、映画で幾度もこの話が紹介されました。一体どこが捏造なのかお気づきでしょうか？まず真実な部分を申し上げます。1、当時のユダヤ難民が置かれた危機的状況。一刻の猶予もないほど切迫した状況でした。2、ナチスドイツの手が迫る中、彼は苦渋の選択をしました。危険を顧みず、ビザを発給し続けたのです。領事館閉鎖まで1ヶ月しかありません。次に捏造あるいは古代表現の証拠です。1、日本政府はユダヤ人を差別しないことを決定していました。2、杉原千音はこの事件後、お互いもなく2度昇進しています。3、彼は日本政府から勲章も授与されています。と思われるでしょう。詳しくご説明いたします。真実な部分です。1、1938年、日本は五省会議で政府としてユダヤ人を差別しないことを決定しています。メンバーです。この会議の中心であった陸軍大臣の板垣清志郎は、日本は発光宇宙の精神である。ユダヤ人を排斥するのは諸民族の融和を説く発光宇宙の国是にふさわしくないと述べました。ドイツがいかなる方針であろうとも、日本は国家としてナチスに同調せず、ユダヤ人を保護する決定を下しました。ビザ発給は杉原個人の意思ではなく、日本政府の方針です。杉原千音の事件後の昇進です。39歳で副領事、この時命のビザを発給しています。ここからです。41歳で一等通訳官、46歳で三等書記官となりました。彼の能力が高く評価された昇進を重ねます。3、戦時中の1944年、勲五等随宝章を授与されました。4、杉原が戦後日本に帰国後、外務省を退職したのは処罰されたのではありません。大東亜戦争の敗戦により、日本が占領下で外交権を失い、外交官の仕事がなくなり、外務省職員が大量にリストラされたからです。恩給も退職金も通常通り支給されています。では、誰が何のために捏造したのか。1、欧米人がユダヤ難民を拒んだことを隠すためです。たとえナチスがユダヤ人を迫害しても、欧米諸国がユダヤ難民を受け入れていたら、ナチスによる虐殺から数百万人のユダヤ人が助かったのです。欧米諸国はユダヤ難民に扉を固く閉じていました。逃げ場のない状況で捕らえられ、強制連行とガス室送りに遭いました。その無念さは計り知れません。しかも、ナチスだけでなく、欧州の人々がユダヤ人を逮捕、ナチスに引き渡していたことが戦後明らかになりました。これが世界中で大問題となり、各政府のトップが謝罪に追い込まれました。写真はフランスのシラク大統領の演説です。2、人道主義の東条らを処刑したことを隠すためです。人種差別と迫害からユダヤ人を守った東条英機、松岡洋介、板垣清志郎、広田光輝たちは東京裁判では永久戦犯として裁かれ処刑されました。この事実が明るみに出されば、東京裁判そのものが批判されます。そこで日本政府はユダヤ難民にビザ発行を禁じていたと捏造しました。実際はドイツ政府の猛烈なる抗議に対しても東条は当然なる人道上の配慮によって行ったと一蹴しました。また満州では樋口喜一郎中将がビザ発行を行い2万人を救出しました。それに許可を与えたのが日本政府の中枢にいた彼らでした。欧米の対応に比べればその違いが際立ちます。樋口に対し旧ソ連から裁判にかけるよう強い要請がありました。しかし、恩を決して忘れない世界中のユダヤ人たちがイギリス政府に働きかけ、彼を守ったのです。
本来なら東條や松岡、板垣や広田らも救出されたでしょうが、彼らはユダヤ人との個人的なつながりが薄かったのです。3、日本人への妬みです。日本は世界に先駆けて人種差別撤廃法案を第一次大戦後のパリ講和会議で提案しています。西欧社会にとって有色人種の日本人がユダヤ人を差別せず助けたこと。その反面、自分たち欧米人がナチスのユダヤ人迫害に間接的にしろ加担していたという事実はあまりにも不都合でした。戦勝国にとって不都合な真実が日本政府を悪者にし、杉原千畝をことさらに英雄として祭り上げたと思われます。外務省の公式文書で確認できる内容です。1、昭和15年当時、ユダヤ人に対しては一般の外国人入国取締規則の範囲内において公正に処置する、つまり平等に扱うという意味です。また、杉原副領事に対して通過査証、ビザは A、行き先国の入国許可手続きを完了し、B、旅費及び本国、日本滞在費等の相当の経済金を有する者に発給する。つまり、通過ビザ発給に際して守るべき大原則を明確に指示していました。これは法的に適正なことです。外務省の公式文書で確認できる内容の2番目です。杉原副領事は、この指示に関わる要件を満たしていない者に対しても通過査証を発行したと承知している。杉原は日本領事館に殺到したユダヤ難民のほとんどがこの条件を満たしていないことを承知で通過ビザを発給したとされている。この点について指示違反だが訓令違反ではないというのが外務省の公式見解です。現地での切迫した中での杉原の決死の決断を察しつつ、その一方で、ビザ発給の法的手続きを守らなければ、行き先で混乱をきたし、日本政府の信用を落とすという政治的判断がありました。この地図はリトアニアから日本を経由、アメリカなどに逃れたルートです。1家族に1通、2139通のビザで約6000人を日本まで安全に届けるには、日本政府をはじめ、たくさんの人々の支援と協力がなければ不可能です。公式文書です。3番目。外務省において保管されている文書では、杉原副領事に対して懲戒処分が行われたとの事実はない。公文書抜粋は以上です。最後に、アンコール特集6000人の命を救った外交官、杉原千畝の選んだ道からの引用です。杉原は帰国後、外務大臣からポジションがないので辞めてもらえないかと告げられたようになった。杉原の証言によると、例の件、つまりビザ発行の件が問題になって、もうかばいきれないと言われたという。時が流れ、1985年、日本人としては初めてイスラエル政府から諸国民の中の正義の人賞、ヤドバシュム賞が贈られたのである。杉原は決して自分がカブナスで取った行動を自慢したりせず、また外務省に抗議したりすることもなかった。様々な思いは自分の胸に収めて静かに生きてきたが、40年余りの後にこのような形で評価されたことは意外でもあり、また大きな喜びでもあったことだろう。受賞した翌年、1986年7月31日、杉原は息を引き取った。享年86歳。その15年後の2000年10月10日、杉原の誕生100年を記念して様々な行事が行われた。その一環として外務省の外交資料館に杉原の功績を称える顕彰プレートが設置され、除幕式が行われた。外務省での完全なる復権が実現したのである。その場に杉原の姿がなかったことが惜しまれた。引用は以上です。杉原千畝の再評価に尽力されたのは鈴木宗男衆議院議員です。杉原を評価、支援した広田幸喜首相をはじめ、政府高官も東京裁判にかけられました。その点で戦後の日本政府、ことに外務省は彼に冷たかったようです。日本政府として杉原をもっと早くに評価すべきところ、55年も遅れたのには、戦前戦中の日本を貶める勢力が働いていたことは否めません。命のビザ発給の杉原や樋口だけでなく、日本人として誇らしく思われる方々を広く教科書で語り継げば、自国に誇りを持つ若者を育てることができたはずです。捏造や隠蔽を行ってきたのは GHQ ばかりでなく、敗戦利得者と呼ばれる人々が戦後の日本を貶めてきたのです。杉原千畝の生き様に改めて日本人の美徳を感じます。皆様はいかがお感じになられましたか？次回のテーマです。世界から見捨てられたユダヤ人。そのトラウマが世界支配に向かわせたです。チャンネル登録のベルマークとよろしければ高評価ボタンを押していただければ嬉しいです。本日は最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。日本を元気に。